100キロウォーキングもとうとう3回目の参加になります。今回は小田原城から明治神宮外苑まで歩くようなコースになっております。とうとう3回目なんですけれども、3回も100キロウォーキング歩くとは思っていませんでしたが、100キロ歩くと足痛くなるんですけれども、また参加しようと思ってしまいます。では本編をどうぞ。いつものように始発に乗って会場に向かいます。今回も新幹線で小田原に向かいます。去年は春大会が雨で、台風だったんですけども中止になったので、千葉駅でかなり悲しい感じになりましたが、もう今回は晴れてるって分かってるので、いつもの通り千葉港駅から出発いたします。新幹線で行くと、ちょうどいい時間に着くので新幹線で向かいます。小田原なのでのぞみでなく光で向かいます。乗る予定の光号が到着しました。ウォーキングのために新幹線に乗るなんてすごい贅沢だと思いながら新幹線に乗ります。では乗り込みます。新幹線なのであっという間に小田原駅到着です。東京エクストリームウォークに挑戦する人たちがみんな降りてますね。すごい天気がいいですね。早速小田原城址公園に向かいます。アーリースタートの人たちが出発を迎えたようです。さすがに新幹線でも7時には着けませんね。さてゼッケンをつけて準備を始めました。実は2週間前に熱中症になったので帽子の大切さを知って帽子を新しくしました。受付でワセリンと LED ライトをいただきました。ここで動画を見ていただいている方にお声掛けいただきました。とても励みになりました。ゴールの自分に向けてメッセージを書いてます。何を書こうかなと思いながら、結局100キロ歩けるかなと、ちょっとやっぱり不安になってしまうので、歩けたかどうかを確認するメッセージにしてしまいました。もっと楽しいのが書ければよかったんですけどね、ちょっと真面目すぎかなと思ってしまいました。ぜひ楽しいメッセージを書けるといいなと思います。記念撮影のところやっぱり並んでますね。去年の冬のイーストコースの時はアーリースタートだったんで余裕を持って撮れたんですけど、さすがに小田原は無理ですね。出発地点の確認に来ました。ウェーブスタートなので、ある程度の人数ごとにスタートしていっています。いよいよスタート地点に並びました。あと3分ほどで出発です。とうとう出発でドキドキし始めました。いよいよ10秒ぐらい前ですね。10秒前となります。5秒前からカウントしてまいりましょう。ご準備はよろしいですか？いきますよ。5、4、3、2、1、いってらっしゃい。出発しました。100キロの部スタートです。いってらっしゃい。頑張りましょう。いってらっしゃい。頑張ってください。ウェーブスタートの先頭の方に並べたので、トップの気分で最初スタートしていっています。去年が台風で中止になったんで、すごいリベンジ戦って感じがしてとてもいいですよね。もう100キロ、今から100キロ頑張って歩くことになります。でも100キロチャレンジすると楽しいのでぜひおすすめですけど、この時点だとちょっとまだ不安がちょっと残ってる感じです。高尾橋を渡ります。最初の大きな橋です。出だしの歩道橋は楽しみながら登れます。途中コンビニに休憩を取りながら自分のペースで進めます。早速コンビニに寄っちゃいます。よくよく考えると小田原と東京って結構離れてますからね。東海道線
やっぱり100キロ歩けるのかなって思っちゃいますよね。やっぱり感慨深いと思いながら、まだ朝の天気がいいので、すがすがしく歩いています。また橋を渡ります。橋の向こうになんか電車がいっぱい止まっていました。平塚の商店街のとこを通ります。久しぶりの街です。平塚の商店街から曲がって海側に向かいます。また東海道線が遠くで走ってるので、あの下をくぐって向かうことになります。チェックポイント前の横断歩道に着きました。この砂浜の砂に足を取られてちょっと歩きづらいですね。靴の中も砂だらけになっています。東京エクストリームウォークの上りが見えます。チェックポイント1に着きました。チェックポイント1に着きました。お疲れ様です。チェックポイント1、24km 地点の平塚漁港潮風湖広場に着きました。ここではカレーパンと水をいただくことができました。もう早速休憩をしています。靴を脱いで、あれですね、リュックを下ろして休憩するとかなり回復します。出発しようとしたら富士山がすごいよく見えていたので、思わず写真を撮ってしまいました。ではチェックポイント2に向かって歩き始めます。声援で気合が入ります。声援で早速チェックポイント2への気合が入りましたが、出口に向かうまでの砂浜で気がめいってしまっています。相模川にかかるトラスコ湘南大橋を渡ります。これも命名権ってやつですね。これを買ってトラスコ社が名前を付けたような橋になるのです。先ほど休憩した平塚湘南広場のところは平塚湘南花火大会というのが行われるみたいです。ちょっと花火大会好き見たいなとは思いました。橋を過ぎると茅ヶ崎市に入ります。茅ヶ崎海岸にやってきました。ここから約5キロぐらい海岸沿いを歩きます。縁結びスポットの茅ヶ崎サザンシーが見えてきました。江ノ島展望台が遠くの方に見えています。あの近くまで歩くことになります。一昨年の最初の100キロウォーキング歩いた時は、ここの海岸沿いがすごい辛い思い出になっていましたが、今回天気がいいので景色を見ながら歩いていると結構すんなりと歩けました。歩くところが砂でいっぱいです。凍らせて飲み物を持ってきたんですけれども、全然溶けなくて、この海岸沿いで喉がカラカラです。自販機あった。やっと喉が潤せます。第2チェックポイントの近くの湘南海岸公園に到着しました。結構バーベキューとかやってて楽しそうですね。あんなに遠くに見えていた江ノ島展望台がもうすごい近いです。5キロの砂浜を歩き切りました。第2チェックポイントの入り口が見えてきました。もう出発している人もいるんですね。賑やかな音楽が鳴っています。第2チェックポイントにそろそろ到着しそうです。ようこそお越しくださいました。おにぎりがあります。休憩してますね。ちょっと場所を見つけて休憩しましょう。すっ
かりくつろいでいます。急いで水分補給と栄養補給をします。水分が足りなくて、もう買ってきたペットボトルを一気飲みしています。チェックポイント2を出発してチェックポイント3に向かいます。お疲れ様です。 55km 地点です。湘南海岸公園を通って進んでいきます。人混みが多い片瀬の島を過ぎていきます。片瀬橋を通って境川を過ぎていきます。ちょうど江ノ電が通ってきました。迫力ありますね。この車と江ノ電の隙間がほとんどないです。遊行寺の近くの境川を藤沢橋で通って渡ります。箱根駅伝で難所で有名な遊行寺の坂を通っています。カーブの後まだまだ続くので大変きつかったです。なんとか坂を通り抜けました。やっと一段落です。コンビニに寄って休憩をします。暑いので休憩を取りながら進みます。東京まで 49km の看板が見えてきました。やっと半分ですね。頑張りましょう。えらく眺めのいい歩道橋に差し掛かりました。戸塚駅に到着です。久しぶりに東海道線を見ました。戸塚駅を跨線橋で渡ります。ここまで来るとちょっと跨線橋登るのも辛くなってきます。チェックポイント3の 55km 地点の入り口に差し掛かりました。とうとう半分を超えました。ちょっと坂道がきついですね。なんとか登ります。55km 地点チェックポイント3の横浜市児童遊園地に到着しました。よく見ると 56km 地点らしいです。ベンチが空いていたのでベンチに座って休憩です。チェックポイント4に向かって出発します。ありがとうございます。すっかり暗くなってきました。すっかり夜になってきたのでなかなかコンビニに寄る回数が増えてきました。夜のみなとみらい地区にやってきました。山下臨港線の、跡地がプロムナードになっているのでここから景色を見ながら進みます。夜景を楽しみながら歩いていきます。もうすっかり21時を過ぎてますけれども観光客の人結構いますね。廃線となった鉄橋を歩道橋になっているので渡ります。レンガ倉庫を右手に見ながら進んでいきます。ゴンドラと汽車道を渡っていきます。夜景を見ながら歩けるのはとても楽しいですね。ゴンドラとランドマークタワーのコラボレーションを見ながら進んでいきます。1は完結型で分かりやすい。チェックポイント4、70km 地点の入り口に到着しました。もう時間も時間なんでかなり足が辛くなってきていますのでやっと休憩できた感じです。70km 地点ポートサイド公園に到着です。ここではお菓子を食べながら休憩をしています。チ
チェックポイント5に向かって出発です。もう22時過ぎてますね。チェックポイント5にどのくらいに着くか、ちょっともう結構疲れが来てます。とは言ってもまだ30キロあるので、ゆっくり休憩しながら進みます。イートインスペース早いですね、終わるの。てください。はい。途中地下道とかあるんですけど、すでに階段が辛いです。横断歩道が良かったなって思いながら進みます。この地下道ちゃんと上りありますよね。ありますね。ゲームじゃないんだからありますよね。いよいよ鶴見橋を渡ります。そろそろ日が変わるところですね。川崎エリアに入っていきました。稲毛神社の近くの歩道橋に差し掛かりました。あれ、確か前は稲毛神社がチェックポイントだったような気がしますが、そのまま進みます。多摩川を六郷橋を通って渡ります。とうとう東京都に入りました。だんだんコンビニに寄る回数が増えてきました。赤信号になるとちょっと休憩できるなと思って嬉しくなるような感じになってきました。青になったら短い休憩終了です。チェックポイント5、88km 地点の入り口に到着しました。88km 地点のチェックポイント、鈴ヶ森道路自動湖遊園に到着しました。チェックポイントとしては最後の休憩になります。またベンチを確保して休憩します。残り12キロ、ゴールに向かって出発です。いやー、眠いです。ちょっと夢と現実がもうごちゃ混ぜになりながら歩いています。なんといっても先方に見えるなんか工事中の矢印がゴールの矢印に見えたりとか、なんかわけのわからない状態になっていました。眠気をごまかしながらなんとか歩いて新馬場駅のところまで来ました。ちょっとコンビニが見えたんで寄ろうと思ったらコンビニ終わってました。とうとう品川駅の近くの八ツ山橋に来ました。京急の品川駅のところはこの時間工事してますね。お疲れ様です。高輪ゲートウェイ駅の前を通ります。結構建築が盛んに行われています。田町駅を過ぎて東京タワーが見えてきました。だんだん明るくなってきて、朝の都心を歩くっていう感じになってきました。首都高都心環状線が見えてきたので、そろそろ六本木方面となります。ということはゴールがもう少しですね。頑張りましょう。もう一息です。青山公園を過ぎていきます。この朝早い都心を歩くっていうのはすがすがしくていいですよね。神宮外苑の行き先が出てきました。そろそろ神宮外苑ですね。神宮外苑に入りました。今度はゴール地点に向かって歩いていきます。何気なく足取りが軽くなってきました。最後のコーナーにかかってきました。この曲がり角を曲がればゴールの地点が見えてきます。とうとうゴールしました。休憩場所に到着しました。
すごい。カンポ賞をいただきました。去年より30分ほど短くなりました。カンポ記念 T シャツをもらいました。去年は台風で中止になったんですけれども送られてきたんですが、やっぱりカンポしてもらうのはいいですよね。はい。カンポ賞と T シャツをもらいました。最後に出発の時に書いたメッセージの前で記念撮影です。なんとかたどり着けました。は歩いたコースをあれですね、スマートウォッチで撮った GPS の軌跡をたどってみようと思います。今回は3回目の 100km ウォーキングのチャレンジになりました。第1回は一昨年の秋ですね。初めて小田原城址公園からあの時は有明のガーデンプレイスまでのウォーキングになったんですけれども、あの時はなかなか歩けないと思って、歩けなかったらリタイアしようと思いながら歩いていましたが、なんとか歩けました。その次、去年の春ですね。その時は台風があって中止になってしまったんで、結局歩くことはできずっていうことで残念なところでした。なんで今回は去年の春のリベンジという感じで小田原からスタートしてみました。で、2回目に歩けたのは去年の秋ですね。秋の、千葉県の方のイーストコースっていうのが新設されて、イーストコースで、佐倉から豊洲の方ですね、そこに歩くというコースでした。その時初めて21時間の50分ぐらいということで22時間の壁を超えたんですね。ちょっとそこまで行くと、結構歩けるじゃんというふうになっていました。で、今回が3回目ということで100キロウォークの3回目のチャレンジになりました。小田原城址公園から今回は明治神宮外苑ということで、ゴールがちょっと違ってたんですけど、ちょっとチェックポイントも1箇所減ったような気がしているような気がしますが、なんとか歩けましたと。で、タイムも30分ほど短くなったんで、ちょっと努力した成果が出たかなと思っています。で、ホームページを見てみると、もう早速秋のコースの募集が始まってたので、ちょっと今悩んでる最中です。多分申し込むのかなと思っています。2回目に歩いた時は千葉から歩いた時は両足に大きな豆ができて大変だったんで、そこが豆ができないようにということでいろいろ工夫をしました。今回はちょっとかかとのあたりにちっちゃな豆ができたんですけど、それぐらいで済んだので、ちょっと成果があったかなと。今度は豆を作らずに、あとはちょっと眠くならないようにして歩ければと思っています。結構これ100キロウォーキング辛いんですけど、終わってみた後の達成感がすごいんで、今のところハマっていますと。で、他の100キロウォーキングもちょっとチャレンジしてみたいなと思いますが、なかなかまだそこまで手が伸びないという感じですと。ちょっとまた大会の時に見かけましたらお声掛けしていただければ励みになりますので、よろしくお願いいたします。
キングや山登りを中心に動画を作成しています。興味がありましたらチャンネル登録をいただけると励みになります。よろしくお願いいたします。